はい。マスターセルフケアヒーリングコーチのかよです。皆さんこんにちは。今日もあなたの貴重なお時間割いて来ていただきありがとうございます。今回はね、コーヒーチャットということでよくありがちなコーヒーチャットってほらあるじゃないですか、よく YouTube で。で、そのパクリで言ってみましょうかね。今私飲んでるのコーヒーなんですけど、あなたももしよかったらお茶かなんかね、持ってきて一緒に飲みましょう。で、ちょっとしたねチャットをあなたとできたらいいなと思ってます。まあね、YouTube ってほらチュートリアル動画もありますけど、まあゆるくね見れる動画もあるじゃないですか。で、私はねどっちかっていうとなんだろうな、あなたはどっちですかね。でね、あんまり私もほらよくそのセルフケアでいろんな情報を発信してますけど、毎回そんなチュートリアル動画じゃ面白くないじゃないですか。もっとなんかこうだらっとねボケーっと見れるような動画もいいかなと思うんですね。で、こういったのもね、入れていきたいなと思ってるんですよ。どうですか？どう思います？もしよかったらコメントいただけると嬉しいなね。でもこの便利な YouTube、 インターネットを通してあなたとこうやってつながれるんですよ。ね。もっと人と人とのつながりを私感じたくて、私ね人が好きなんですよ。で、このインターネットを通していろんな方とねつながりたいんです。だからもっとこう気軽にねなんかお話できる場を設けたいなと思って、今日はこのコーヒーチャットにしてみましたテーマはね、何にしましょうか。テーマはね、そうね、もっとね今という時間を大切に生きようっていうのにしますこの私もマインドフルネスとか瞑想を習慣づける前は、今しかないこの時間っていうのをね大事に過ごせていなかったんですよ。自分がこう不安になっていることとか、まだ来てもない未来のことをね頭の中でもうリピート再生しながらその今という時間を過ごしていたんですね。で、そのようにマインドがね過去に引っ張られたり未来にねぐいっと引き込まれたりすることで、この瞬間に意識がいっていないわけですよ。で、これが例えばね、私息子がいるんですけど、お子さんいる方もわかると思うんですけどね。で、お子さんがですよ、あなたがもし考え事をしている時にお子さんがね、お母さんお母さんって来たとします。で、その時にね、自分はもう考え事をして物思いにちょっとね老けているから、子供を相手にしてあげれないと感じるんですよ。ちょっとねこう煩わしいなとかね、あっち行っててとかね言ったりする時もあると思うんですね。私はもうよくやってたんですよ。でも自分の頭の中がこう忙しいので、もうねいろんなことを考えてしまって、自分の息子にきちっと向き合って話したりすることが少なかったんですよ。やっぱこの瞑想とマインドフルネスの凄さを知ったというか、これを習慣づけることでもっとね今置かれているこの空間とか時間ねを大切に過ごすことができるようになったんですよ。誰でも物思いにふける時はあるんですよ。でもね、お子さんはあなたがそんなね状態に入っているっていうことなんかわからないわけですよ。この子たちにとってはあなたはとってもね大事なお母さんなんです。お母さんになんか聞いてほしいことがあったり、見せたいものがねあるのかもしれません。とにかくね、あなたのところに行って気を引きたいわけですよ。でもそこでもううるさいからあっち行っとってって、すいませんね、遊ぶ弁であっち行っててって
けてしまう。そうすることでもう子どもたちってやっぱりわからないから困惑するわけですよ。でそういうふうに言われたっていう記憶がね、またそこで子どもたちに残っちゃうかもしれないんですね。だから私は今という時間をね、もっとかみしめて生きることができるようになったおかげで、もうここ数年は息子に対してね、息子がこう近寄ってきても息子の方に体を向けてどうしたのとかね、なんかこう辛いことがあった時はぎゅっとね、そんな特別な声をかけなくてもいいんですよ。ぎゅっとねハグしてあげて、お母さんの温かさを子供さんにね感じさせてほしいんですよ。人からの温かさねを感じると体全身にエネルギーが巡るんですよ。でもこれがね、自分のお母さんだったらもう言葉にならないぐらい子どもたちは嬉しいと思うんですね。で安心するんですよ。だから別にね大したことは言えないっていう方もいると思うんです。でもそういう時はハグしたり手を握ってあげたりして、自分のぬくもりを相手に感じさせてあげてほしいんですよ。でそうすることでね、お子さんも心がね安心すると思うんです。帰る場所があると思えるので、前はねもうあっち行っててってもう自分なんてもう全然違うとこ向いてるんですよ。でもうるさいからあっち行っとってってね言う機会が多かったんです。でも今はどうしたのっていう風にして、話し合いの場をね持って、で息子からの気持ちとかをね聞けるようになりました。でこの間もね、一緒に料理をしたいっていうことで来たんですよ。でもうほんと昔はね危ないけんよかよかって言ってそこまでしてなかったんですね。でもこの間で一緒に料理をしたいっていうことで豆腐の料理をね一緒に作ったんです。とってもいい時間を過ごせました。だからねあなたも、いろんなことを考えちゃうのはわかるんです。だけどねこの一瞬の時間ね、今日と同じ日が明日来るとは限らないんですよ。だから今というねこの大事な時間瞬間ねを大事に、であなたの意識を今というここですよ。もうここ、もうあっちでもないこっちでもないんですよ。ここです。ここに意識を持ってきて、あなた自身だったりまたは大切な人との時間を過ごせるように生きていってほしいんです。今日はねこんな感じでお届けしましたけど、定期的に私はこういった感じのねビデオもいいんじゃないかなと思ってます。もしよかったらあなたのご意見も聞かせていただけると嬉しいです。それでは今という時間を大切に生きていきましょう。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ。